どうも、捨て崎チャンネルです。今回のテーマは映像編集の自動化。クリック一つで面倒な作業を一掃。そんな機能を自前で実装。やる気がない、めんどくさい、そんな時助けになるのは根性論よりテクノロジー。今回は気合が足りない日にも安心、自分に優しい自動化ツールの作成スタートです。捨て崎チャンネルというわけで始めていくわけなんですが、今回の試み大変地味。自分で地道にプログラミングしてやっと作業の一部が自動化できますっていうだけの話。結局頼みにするのは知恵とガッツ。さて、いつも使っている映像編集ソフトは Adobe のプレミアプロ。このソフト含め Adobe のアプリはスクリプトでユーザーが独自に機能拡張することが可能。今回はその練習も兼ねた試みで、自動化させたい工程はテロップの入力、映像の組み立てやナレーション取り、こういうのは人力でやらざるを得ないので、その後に控えるこのただただめんどくさいだけの退屈な作業を潰していきたい。その際こだわりたいのがワンクリックでという点。クリックしてからご飯食べて戻ってきたら全てが完了。それが理想で、プレミアプロでテロップ入力の自動化というと、大抵のユーザーが思い浮かべる機能がこれ。そう、音声認識して文字起こしした上、そのテキストを編集することで元の動画素材まで編集できるという画期的な機能がもうすでに搭載されてはいるので、それを使っておけば良さそうなのだけれど、しかし事態はそう単純ではなく、結論から言うと今回はその機能使っていません。理由は一言で言うと、スクリプトでコントロールできないから。文字起こしをスタートさせることも、文字起こしされたテキストを読み取ることも現状スクリプトからはどうやらできないらしい。これでは今回のワンクリック自動化計画に取り込むこと自体が不可能。ちなみにこの文字起こしされたテキスト、最終的にはプレミアプロのエッセンシャルグラフィックスというものに変換して、よりスタイリッシュなテロップに仕上げていくというのが想定されている一般的な使用方法。しかしながらこのチャンネルではそれは使っておらず、テロップ等で使用しているのは全て Adobe の After Effects という別のソフトで制作したテンプレート、モーショングラフィックステンプレートって呼ばれるもので、より自由度が高く大体何でも作れるため、もっぱらこっちを好んで使用しているのですが、データを引っ張ってこれない以上、文字起こししたテキストをこのテンプレートに流し込むこともできない。そこで代わりに考え出したのは次のような解決策。まずプレミアプロ上で各カットごとに音声を書き出し、それらを一旦外部の音声認識プログラムにかけてテキスト化、そのデータをプレミアプロに戻して自作のテンプレートに流し込むという手順。考えてみれば音声認識なんて今時珍しくもなんともない。ちょいと検索してみれば無料で利用できる音声認識モデルがいろいろ出てくる。今回はそれらを活用。人にふさわしい人間を見つけ出すのはとても難しいことです。方針が固まったところでプログラミング作業開始。ここで使用したプログラミング言語についての話を少しだけ。Adobe 製品のエクステンション開発に採用されているのは ExtendScript というプログラミング言語。これは JavaScript という言語から派生したもの。ただしその派生した時期がかなり古く、アップデートもろくにされていないので、今時当たり前にできることはできなかったりと残念な点も多い。一方、中間の工程で使ったのは Python というまた別の言語。こちらは様々なライブラリーが充実、いろんな機能を簡単に実装できるのが大きな魅力。今回は音声認識に加えて後で出てくる単語の分析やオーディオの解析などにも一役買っています。ということでプログラムが完成。早速走らせてみます。スタートボタンを力強くクリック。まずは音声がカットごとに自動で書き出されていき、そしてバックグラウンドで音声認識。ここでしばしの待ち時間。文字起こしが完了したらテロップが自動的に配置されて終了。たったこれだけ。無事一連の作業を最初のワンクリックだけで完結させることができました。ただし書き起こされたテキストをそのまま流し込んだだけでは長い一行になってしまうので、適宜改行が入るように修正。この時単純に文字数だけで区切ると日本語的には中途半端なところで切られてしまったりする。それでは見栄えが良くないので、できればちゃんと文節の切れ目で改行が入るようにしたい。英語なんかであれば単純にスペースで区切ればいいのだけれど、日本語の場合そうもいかない。そこで単語分割の処理に使用したのがメカブというプログラム。日本語の文章を単語に分割してくれた上、品詞や活用形といった文法データまで出してくれる。それを目安に改行位置を設定。自動化するプロセスはとりあえずここまで。
この先の作業は人力でやることになるのですが、その作業にもだるいところがあるので効率化するツール作っておきます。まずは一番大事なテンプレートの差し替え、ワンクリック。分割と結合もワンクリックで。その他、単語の置き換えや削除、句読点や改行位置の調整、ひらがなカタカナ大文字小文字変換など、各種構成機能も一応つけておきました。こういうのも今まではいちいち打ち直していたので地味だけれど結構便利。以上をもって今回やりたかった目標は無事に達成。これまで数時間を要していた作業を本当にクリック一発、数分で片付けることに成功。もっと早く作っておけばよかった。捨て崎チャンネル。ここからは脱足ですが、こんな感じの機能も足してみたので15秒でざっくり紹介。まずは自動カット、切りの良いところにハサミを自動で入れていく機能。それに合わせてテロップも分割、そこそこ良い感じ。次に無音部分の検出と削除。あとはフィラーみたいな真埋めのワードピンポイントでマーキング。どれもそれなりにうまくいったものの、自動カットならすでに高性能なプラグインがあったり、フィラーの検出機能もプレミアプロの最新ベータ版には搭載済み。自前で作る必要はなかった。しかしせっかくなのでまだ搭載されていない、今後搭載される可能性がありそうな機能を勝手に考えて追加実装。それは検閲機能。良くない言葉を自動的に検出し消し去ってしまうというもの。検証のためとはいえ、ここで実際に卑猥な言葉を発するのは不適切なため、ここでは仮に歯ブラシという言葉が禁じられた世界を想定してみます。新たに作った検閲ボタンをクリック。歯ブラシというワードを検出した上で、その部分だけをミュートし、自主規制音を重ねるところまでがワンセット。ちなみにドネアドもは置いてない。さらに有害ワードに対応したテンプレートに差し替えることで、わい雑な言葉を完全に覆い隠すことに成功。こんな機能もいずれ2025くらいのバージョンで搭載されたりするのかもしれません。全くいりません。捨て崎チャンネル。というわけで以上が自動編集ツールの自作とその結果。個人的な不便が解消できて満足しているのだけれど、それ以外にも音声認識モデルを選択可能という点も意外だったメリット。どの音声認識モデルも十分素晴らしいのだけれど、強いて言えば現状Adobe の音声認識は他のモデルと比べて精度的に見劣りするケースが多かった。今後は最初のラフなエディット、言い間違いなどのいらない部分を落としていく作業はプレミアプロの文字起こしベース編集で終わらせた後、最終的な字幕は別の音声認識モデルで仕上げる。今考えているのはそういう形の運用方法。また今回は試していないのだけれど、特定の分野、例えば医学とか競馬、ファンタジーの世界や春日語など、そういった汎用的な音声モデルでは拾ってくれないワードがバンバン飛び交うケースであれば、それに特化したモデルを使うことでもしかしたら結果が改善されるかもしれない。典型的な間違い例を片っ端から登録しておいて、最終的にまとめて置き換えるローテクなアプローチも併用すれば、いわゆる渡辺・斉藤問題のような固有名詞の誤変換などもかなりの部分解消することができそう。あと今回の方法は他の映像編集ソフトにも流用できそうだったので追加で検証。ダヴィンチリゾルブという映像編集ソフトをダウンロードしてテロップの流し込みをテスト。結果このソフトは Python に対応していたこともあり、それを使うことで割と簡単に再現することができました。あなたのような素敵な人にふさわしい人間を見つけ出すのはというわけで以上